皆さんこんにちは。直近の株式市場は指数として落ち着いてきてはいますが、10月下旬から始まった決算シーズンによって個別銘柄においては非常に乱高下の激しいボラティリティの高い銘柄が多く見受けられます。今回のテーマはまず最初に2月あるいは3月決算の銘柄について、第2四半期の決算、今年度の8月あるいは9月までの業績について、対象銘柄をすべて集計した時に出てくる好不調の特徴、業種であったり、事前予想、コンセンサスとの乖離、こういったグループ分けによって現時点での総括を行いたいと思います。そして決算が通過した銘柄に対してどのような投資戦略を取るべきか、コンセンサス以上、中立あるいは下回った3パターンに分けて株価の動きを分析しましたので、今週の後半あるいは来週にかけて決算を発表する銘柄、それに対する株価の反応で強気に買っていても期待値が高いのかどうかというのをご紹介いたします。よろしければ今回もぜひ最後までお付き合いください。まず2月3月決算の企業の決算スケジュール、第2四半期の決算発表はご覧のように10月の後半から11月の中旬にかけて非常に集中しています。今回お出しするのは第2四半期決算の総括前半ということで、11月の8日までのだいたい半分ぐらいの決算銘柄を対象にデータをご紹介したいと思います。来週お出しする動画では後半11月9日以降の分析をご紹介しますが、9日から14日にかけてかなり集中していますので、このあたりの決算をまたいだ後にどのように投資戦略を考えていくかというのを今回の前半の動画でご認識いただければと思います。まず現時点での決算発表を終えた企業を集計した際にコンセンサスと対比して純損益が事前予想よりもどれぐらい上振れているかあるいは下振れたかというのをご覧いただきますと、こちら約 11% と第一四半期の時よりは純損益のサプライズ上振れというのが少なくはなっていますけれども、マーケット全体としては引き続き好調な企業業績が確認できているという現状です。そして業種別にサプライズの比率というのをグラフで示したものがこちら。濃い青がポジティブなサプライズ。一方で右側の水色がネガティブなサプライズ。そして真ん中のグレーの領域が想定範囲内の比率となっています。上から順番にポジティブなサプライズが多かった業種というのは電力ガス、鉄鋼、非鉄、食品という順番です。この後詳しいデータをご覧いただきますけれども、2番目の鉄鋼非鉄というのは前年同期比で比べると数字を落としている。一方で電力ガスや食品というのは前年比でも非常に伸ばしている上にサプライズが大きいということで、これらの銘柄従前より保有している方は非常に恩恵を受けている期間ではないでしょうか。決算の情報によってその後の株価がどのような推移をたどっているか、サプライズのポジティブ、ネガティブ別に平均を取ったものがこちら。そして現時点で年度の半分通過したということで、通期の決算見通し、上方修正あるいは下方修正している企業も多く見受けられますが、同様にそれぞれのグループで平均を取った時に株価の推移どのように辿っているか表したのが右側のグラフです。まず左側の第2四半期の決算においてサプライズが生じている。この場合に関しては、ポジティブな決算を出した銘柄は約 2%、一方でネガティブな決算を出した銘柄は約 3%、5営業日かけて株価は反応していますけれども、とはいえ実質反応しているのはほとんど決算翌日、1営業日後、直後に反応して、その後あまり調整が入ったり反発したりというのが個別にはあるかもしれませんが、平均すると押しなべて横ばいになるということですね。一方で通期の決算見通し、上方修正をした銘柄に関してはプラス 3%、一方で下方修正をした銘柄群に関してはマイナスの 6% と、下方修正に関しては株価に対して非常に大きめの反応が見られます。見通しを上方修正しても翌営業日はあまり反応せずに2営業日後以降に見直しされて株価が上がっているのに対して、下方修正された銘柄に関しては翌営業日からすぐに大きく下落、そしてその後も右肩下がりじりじりとマイナス幅を拡大させる傾向があるということなので、大きく下がったからといってあまり買いを入れても期待値としては高くないという特徴が見られます。それでは具体的に業種ごとの数字集計したものをご覧いただきますと、こちら左側から登場33業種、そしてそのうち2月3月決算の銘柄数、そして発表済みの銘柄数とその割合ですね。真ん中の数値データに関しては、売上高、営業利益、純利益、そして営業利益に関してサプライズがどれくらいになっているかというのを横向きの棒グラフで示しています。そして右側の数値データに関しては、通期見通しの
上方修正あるいは下方修正を行った割合ですね。当初予定していた見通しの進捗率に対して修正後の進捗率、この差分を取ることでどれくらい通期の見通しを上げ下げしたかというのを一番右側の棒グラフで示しています。そうすると上から4番目の食品というところが非常に好調ですね。真ん中の段ご覧いただいても営業利益で 35%、純利益で 300% の前年同期比、右側の段上方修正平均で 5% 行われているという状況です。一方で不調な業種というと8番目の医薬品、こちらに関しては前年比で営業利益、純利益ともに半減、そしてコンセンサス対比でもマイナスの 58% と事前にあまり予想されていなかった非常に不調な状況となっています。右側の段、通期の見通しに関しても当初予定していた見通しから 40% の進捗しか達成できておらず、目標を下方修正したことで進捗率が引き上がっているという状況。その他に不調な業種といいますと目立つのはこちら、機械や電気機器。この辺は営業利益や純利益がマイナス 10% から 20% と前年比で下がっている状況ですけれども、医薬品と違うのはコンセンサス対比だとプラスになっている。それぞれ 2%、4% とプラスになっていますので、前年よりも利益幅は減っていますけれども、一応事前に予想されていた数値が出ているというのが特徴ですね。また、東証33業種で後半の割振番号となっている業種もご覧いただきますと、最もポジティブな決算を発表している割合が高いと、先ほど申し上げた電力ガスはどういう数値になっているのかご覧いただきますと、こちらですね。営業利益で 376%、純利益で 332% と、前年同期比でかなり良好な数字が出ていて、さらにこの数字というのは事前予想よりも大幅に上回るコンセンサス対比で 67% の上振れとなっています。さらに右側の段をご覧いただきますと、進捗率当初予定していた目標をすでに達成している 113% となっていて、見通しを上方修正することで進捗率 96% まで引き戻しているという形。平均すると 17% の上方修正が入っている非常に良好な状況です。一方であまり調子が良くないのは海運。銘柄数は5銘柄ですけれども、前年同期比でかなり利益が落ち込んでいる上に、コンセンサス対比でもマイナス 24% と想定されていなかった落ち込み具合となっています。一応平均すると通期の見通しとしては上方修正された。期初の段階で非常に保守的な予想を立てている銘柄が多かったということかもしれません。それでは具体的に個別の銘柄の決算、そして株価の反応というのをご覧いただきたいと思います。まず緑色の銘柄がたくさん出てきましたけれども、これは一番左側の対コンセンサス事前予想に比べてポジティブな決算を発表した銘柄たちとなっています。決算日に関しては10月の下旬23日以降の銘柄、そしてその中でも大型株、注目の集まりやすい銘柄、これをピックアップして真ん中の3列ですね。決算前株価と直後の株価、決算を受けた株価の反応を横向きの棒グラフで示しています。そして右側の決算反応と書いている棒グラフは何かと言いますと、決算後から11月9日までのパフォーマンス、つまり直後の反応を示した後に足元までどのようなパフォーマンスを記録しているかというのが右側の棒グラフとなっています。そして、まずこちら、コンセンサス対比で良好な決算だった A グループのリストを決算発表直後の株価反応、こちらのデータで並べ替えを行ってご覧いただいています。そうすると一番上、名電車、決算直後に 15% の上昇、大変 13%、三菱電機が 12% と並んでいて、ただこれら3銘柄に関しては10月月末から11月の頭に決算発表していますけれども、直後の反応以降は9日にかけて約1週間余り株価を伸ばしていない。それぞれマーケット対比で 0% あるいはマイナス 1% のレンジとなっています。決算反応という数値は各銘柄の株価割り算したものから当該期間のトピックスのパフォーマンスを差し引くことで個別銘柄の反応としています。いわゆる市場ベータを除いた個別銘柄のアルファの部分だけということですね。今、例えで申し上げた3銘柄もそうなんですけれども、こちらおしなべてですね、決算発表直後に株価が大きな反応を示したポジティブサプライズの銘柄に関しては、直後には反応が出るんですけれども、そこから株を買っても、その後長続きする
という傾向があまりないという特徴になっています。ピンクの枠、直近のところまで株価伸ばしている銘柄でも下から2番目の村田製作所 5.9%。それ以外に関してはトピックス対比でほとんど株価伸ばしていないと。つまりポジティブな決算というのはすぐに織り込まれてしまって、後から追いかけて買っても意味があまりないよという状況を示しているものと思われます。中には決算直後に伸ばして、さらにその後2営業日、3営業日と株価伸ばしていく銘柄もありますが、対コンセンサスでポジティブとなった A の評価のグループに関しては、非常に株価への消化が早いという特徴ですけれども、逆にですね、ほとんどの銘柄に関しては、決算直後プラスの反応を示してはいますが、中にはご覧いただいているリストの下の方、コンセンサス以上の決算を発表したにもかかわらず、直後の反応でマイナスを示している銘柄がいくつか見受けられます。ただこちらの銘柄たちに関しては、10月後半の決算発表がメインとなっていて、そもそも馬況が非常に悪かったというのもあるかと思いますが、コンセンサス以上ポジティブな決算を発表したにもかかわらず、直後に株価の反応としてマイナスになっている銘柄たち。これに関しては、11月の9日直近まで引っ張ってくると、非常に株価を伸ばしている傾向があるというのがお分かりいただけると思います。つまり、事前予想よりもいい決算を発表したにもかかわらず、株価が下がった場合というのは、そこで買っておけば、1週間、2週間かけて、本来の評価、見直しされて、買いが入りやすいという傾向ですね。特に下から3番目のラクスに関しては、決算直後マイナス 2.7% だったにもかかわらず、そこから2週間かけて 20% の上昇を記録しています。ですので、ポジティブなサプライズの決算を発表した銘柄に関して、ほとんどは直後に株価上がるんですけれども、そこから何日か経っても、そんなには上げ下げがない、キープするという状態。一方で、数は少ないんですけれども、ポジティブな決算にもかかわらず株価が下がった場合というのは、その後1週間、2週間かけて見直しの買い、反発が入りやすい。そんな特徴が今回の第2四半期決算で見受けられます。それでは今度、コンセンサス通りの決算を発表している銘柄、あまりサプライズがない銘柄たちですね。これを決算前後の株価反応の順番に並べますと、先ほどの対コンセンサス A 評価のグループと違って、直後の反応というのは数値として最大は東京精密の 8.8% と相対的に落ち着いた騰落率が並んでいます。ただ東京精密、決算直後に 8.8% 上がったにもかかわらず、その後11月9日まではマイナス 4% と半分ほど下がってしまっている。コンセンサス通りにもかかわらず、直後に大きく上がってしまうと、その後反落する銘柄が散見されます。そして非常に特徴的なところと言いますと、決算前後の反応がだんだん小さくなっていくにつれて、やはり想定通りの決算だった銘柄なので、アルファとしてはプラマイゼロあたりが多くなってくるんですけれども、そういった反応を示した銘柄に関しては、その後かなり伸びている傾向があります。この決算直後の反応が 0% からプラス 2% まで、このあたりの範囲で直近まで株価を取った時には、プラスの 5%、8% といった銘柄が散見されるぐらい大きな反応になっています。とはいえですね、決算直後の反応がマイナス圏に入ってくると、その後もじりじり下げるような銘柄というのが急にまた増えてくるということで、やはり決算想定内とはいえ、見る人によってはプラスあるいはマイナスと評価が割れることもあり、一概には表現はできませんが、一番下マキタ、パナソニックなどはあまり下げすぎた銘柄だと調整も入るということで、直後に大きな上げ下げがあった時にはその逆調整がその後入るといった一方で、決算があまり株価にインパクトを直後に与えなかった場合というのは、決算が通過したこと自体がポジティブに捉えられて、その後買い戻しが入りやすい、株価が上げやすいといった特徴が見られます。ですので、決算で何にも驚きがなかったな、普通の決算だったなという銘柄に関して直後の反応としても株価が大きな動きを見せていなければ、少しポジションを取ってみても期待値としては面白いかもしれません。そして最後、決算発表が非常に不調だった銘柄たち。
対コンセンサス事前予想比でネガティブなサプライズとなった C のグループの銘柄ですけれども、こちらに関しては決算直後ですね。当然といえば当然ですが、プラスの反応になっている銘柄の方が非常に少なくて、さらにプラスの反応になっている上の3銘柄、京セラ、レーザーテック、日本航空電子、それぞれ業種が電気機器となっています。さらにどんどん決算反応がマイナスの方向に大きく出た銘柄、下の方ご覧いただきますと、ネガティブサプライズの決算ということなので、マイナスの比率というのが 10%、あるいは 20% 近くまで大きく出てしまっている銘柄もかなり見受けられます。ただ、決算直後は大きな反応を示しても、その後ずっと下がり続けるかというと、そういった銘柄はあまり見受けられない。逆に大きく上げている銘柄、こちらですね、アドバンテストプラス 17.6% と、むしろ決算直後の大きな下げで入っていると、かなりの利益が出ていた。さらには下の2銘柄、オムロン、日野自動車。このあたりはですね、決算直後にストップ安になった中国関連の事業が非常に難聴な結果になっている銘柄たちですね。この2銘柄に限らずですけれども、中国マーケットをメインにしている銘柄というのは、今回の決算想定以下のネガティブサプライズが非常に出やすい傾向になっていますが、決算前から保有していると、結局この決算直後の大きな反応を受けてしまわざるを得ないんですけれども、持っていなかった場合にですね、めっちゃ安くなったから買おうとなって、分別なくバンバン買っても、その決算後以降の株価反応ご覧いただいても、一部の銘柄以外はそんなに戻さない。ただ、アドバンテスト、あるいはオムロン、日野自動車、こういった一部の銘柄たちだけは復活してきている。どういった特徴があるかと言いますと、好調な業種ですね。先ほどご覧いただいた決算発表、平均的に業種としていい結果が出ている業種に属している銘柄に関しては、戻る可能性が高くなっている。どういうことかと言いますと、好調な業種に属している銘柄であれば、決算直後、ネガティブなサプライズで株価が大きく下げても、同業他社の良好な決算が多く出ますので、それに引っ張られて戻しやすいという可能性が考えられます。あまり長期投資をするにあたって、事前予想以下の悪い決算を発表した銘柄に投資するというのは推奨されるべき行動ではないんですけれども、よくですね、バーゲンセールだみたいな感じで大きな下げ幅を記録した銘柄を問答無用に手出ししようとする傾向が SNS で見られますので、そういった投資行動に関しては期待値はあまりないよということをご紹介して、それでもどうしても狙いたい場合というのは、同業他社が非常に好調な業種に絞って狙いを定めていった方がいいですよということです。具体的に例えば輸送機、自動車ですけれども、大きな銘柄で決算進んでいるところご覧いただきますと、日野自動車、ダントツで決算反応マイナスに出ていますが、マツダやスズキ、トヨタなどは好調な決算を発表している。これに引っ張られて多少は戻してくるという理屈ですね。さらにもう一つ電気機器ですけれども、こちらの方は銘柄数多いので、決算評価 A、B、C それぞれ数銘柄ずつ割れていますけれども、やはり企業数、決算反応で分けていくと、プラスに出ているものが多い。マイナスに出ている銘柄たちというのは、10銘柄程度ということで、その中でもダントツでマイナス幅を記録しているのは一番下のオムロンですが、かなり株価を戻してきています。電気機器の中でも下4銘柄、決算後の反応が最も悪かった4銘柄は、その後1週間かけて株価を戻している割合というのも非常に高くなっているというのがお分かりいただけると思います。ということで、決算前半にもかかわらずすでに非常に情報量多くなってしまいましたけれども、それぞれ A、B、C の対コンセンサス、事前予想とのポジティブ、ネガティブなサプライズ、それぞれに分けて、決算後の株価推移の特徴というのをご覧いただきました。そんな中でですね、それぞれのグループにおいて、まだ特徴が十分に現れていなくて、傾向通りに株価が反応してくれる、上がってくれる期待値が高いんではないかという銘柄をそれぞれピックアップしましたので、もしよろしければこちらもご参考にしていただけますと幸いです。緑の銘柄に関してはポジティブサプライズの決算ですので、特徴として決算直後の反応が薄かった銘柄たち、そしてこの後の修正の回が期待できるもの、黒の銘柄3銘柄に関しては決算想定範囲内の銘柄ですので、あまりサプライズがなかった。株価としても反応があまりなく、決算通過というイベント自体を交換して買い戻し入ってくるんではないかと期待される銘柄。そして赤の2銘柄に関しては、
決算はネガティブサプライズだったけれども、好調な業種に属する、共に食品ですけれども、そういった銘柄をピックアップしています。基本的にはどの銘柄も冒頭でご覧いただいた好調な業種に属する銘柄中心になっていますので、そのあたりも考慮に入れて投資判断いただけますとよろしいかと思います。次回は後半ということで銘柄数増えますが、今回の動画ですでに特徴というのはそれぞれのグループでご紹介しましたので、後半は大きな動きがあった銘柄、その要因について簡単に言及していきたいと思います。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。